皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げのバリエーションシリーズ実践の4、膝下を多方向へ扱う技術とノリのリズム取りの技術を掛け合わせた実践練習動画になっています。膝の下をいろんな方向に扱う技術、これに取り組んだことってありますか？この技術は非常に難しくって練習を積み重ねることでしかマスターできない技術だと感じます。ですがこれ私の感覚になって恐縮なんですけれども、この技術を練習に特別に取り入れてるっていうケースをあまり見ません。対して上手なダンサーや個性的なダンサーっていうのは足上げの種類が豊富です。ステップって単純に足を踏んでいるか足を上げているかの主に2種類になってきますし、足を踏んでいる時っていうのはある程度シルエットが限定されるのに対して、足上げに関しては表現の幅を広く持てるものだと感じています。今回はより大きな膝下を扱う動きを表現するために上半身はノリの技術と掛け合わせています。地味なトレーニングではあるんですが、新しいシルエットの発見やバランス力の向上にもつながっていきますので、ぜひトライしていただきたいです。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践練習動画を公開していきます。各実践練習動画に対して体の使い方やコツをご紹介する解説編もセットで公開していきます。実践編プラス解説編、このセットで知識や技術をバランスよく向上していただけるような、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていただきたい内容です。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひポチッとよろしくお願いいたします。シリーズの中で一番難しい実践メニューだと思います。最優先は怪我をしないように取り組んでください。そして軸足の膝を柔らかく使うことでバランスを確保する、ここにも意識を向けてください。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それでは足上げのバリエーションシリーズ実践編の4、メニューの方の流れ解説していきたいと思います。その前に概要の方だけ少し説明させてください。今回このシリーズでは2種類皆様に足上げ覚えていただきたいんですが、一つは膝を固定した状態、足を一本にして各方向に扱っていく技術。これは実践編の1と2で練習できるようになっています。そしてもう一つは膝を支点で曲げていこうと、膝を支点で曲げていこう、膝を支点で曲げていこう、この足上げを練習していただいています。
これが実践編の3とこの動画の4で練習できることになっていますが、それぞれ胸のリズムと掛け合わせています。アップダウンやノリです。この動画ではノリと掛け合わせていくことになりますが、非常に難しいポイントもありますので、別動画の解説編も参考になると思いますので、ぜひ時間がある時に掛け合わせてみるとより理解が深まるんじゃないかと思います。さあ今回は合計で8パートになります。前半5個はですね、基礎といいますか、足上げを練習するパートです。そして後半の3つは少しねボディコントロール難しくなります。応用と言ってもいいかもしれません。さあそれではパート1から解説をしていきたいと思いますが、今回使っているポジションは主に5つです。まず1つ目ですが、膝が近い状態でガニ股。2つ目、膝が近い状態で内股。3つ目、膝が高い状態でガニ股。4つ目、膝が高い状態で内股。最後に足を後ろに上げていく膝が支点のイメージです。これが左右ありますので、5個5個で合計10ポジションを駆使していくということになります。そして上半身は基本的にはノリを使っていきます。横ノリが多いかな、ノリを使っていきますので、ちょっとねノリが難しいという方は別動画を参考にしてみてください。さあやっと概要が終わったところでパート1からです。パート1では膝が近い、そしてガニ股、胸は横ノリを使っていきます。基本4回ずつ足上げを行ってください。1、2、3、4。完璧に膝くっつかなくてもいいので、膝は近いということを意識しながらやってみてください。こっちの方が相性いいので、こっちに対して横ノリを入れていきます。はい、しっかりと横ノリのアクセントとガニ股のアクセント、これを合わせるように4つ持っていきましたら、体重をしっかり移動していただき、必ず踏み込むような形にしてアクセントを取っていくといいです。ごめんなさい、膝がちょっと抜けそうなので、ちょっと左足を上げるっていうのが本気でできないんですけども、ご了承ください。ではカウントでお見せしましょう。せーので1、2、3、4 and 1、2、3、4 and。さあパート2に移っていきましょう。同じ要領です。今度は膝が近い、そして内股になっていきます。ノリは今度は足を上げた方向と反対になっていきます。これを4回で切り替えるということです。7、1、2、3、4 and 1、2、3、4 and。さあパート3です。膝が高い、そしてガニ股。バランスを取るために膝が高い関係でかなり傾けなければバランス取れません。ちょっとやってみましょう。7、1、2、3、4。さあ次です。パート4では内股で膝が高い状態です。私は他の動画でも伝えてるんですけども、ちょっとね内股が本当に苦手なので、私のやり方ですよ。軸足をちょっと外に逃がすようにすると股関節がより開くようになって内股行きやすくなるのと、そうしてしまうことで横ノリが綺麗に横じゃなくて斜めを向いた横ノリになるので、シルエットがちょっと変わってしまうんですが、足上げを優先するのか、それとも上半身のシルエットを優先するのかというところで皆さんも選んでみてください。さあ余談はこの辺にしといてカウントでやってみましょう。7、1、2、3、4。さあパート5です。見た目には簡単なんだけど意外と難しいという技です。ですね、バックキック、ここですね。はい、このような動きがあります。かかととお尻をくっつけるような意識です。これに対して前乗りを合わせていきたいと。ですので意外とねタイミングを合わせるのが難しくて、こう抜けちゃう人がいるんですよね。こういう感じになりますかね。しかし前乗りのアクセントの位置をしっかりと覚えておいていただき、ここに対してバックキックを行うようにすると、かかとと頭が一直線になる瞬間があるんですね。この瞬間ですね。ここがアクセントの取りどころということになります。覚えていきましょう。7、1、2、3、4。はい、皆さんここで切り替えていただき、5、6、7、8。さあここまでで基本的な足の上げ方とノリを掛け合わせたやり方というのは覚えていただいたことになります。アップダウンと違ってね、ノリはかなり限定的な動きになるので、前半しか作ることができませんでした。ですので後半は少しね4ステップってこれありますよね。
1234、1234、これと今の足上げ掛け合わせてコンビネーション作っちゃいましょう。ではパート6です。私もやってて意外と難しかったんですけれども、足の運びは今やった通り右左後ろ右横、そして左ちょん突きと4ステップ、ちょっとやり方変えてください。普通だったら多分後ろにクロスする人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、今回は足を前に置いて4ステップするようにしてください。そして足の運び覚えてください。ガニ内ガニチョン。ではちょっとゆっくりやってみましょう。右ガニ左内右ガニ4、カウントで1 and 2 and 3 and 4、1 and 2 and 3 and 4。やり方は分かると思うんですけれども、先ほど基礎の方で前半の方で練習していただいたこの横に振っていくのがこういう風にね、この斜めの範囲で90度で方向が変わるので、そこでどこに振っていいかわからないっていうのを私は最初混乱してしまいましたので、皆さんもそこを意識しながら、置いて次ガニだからこっちに振っていかなきゃいけないんだなということで、はい、次内だからこっちに振るよなと、じゃあこっちに横乗りを入れていかなきゃいけない。そしたら今度はこっちだからこっちだこっちだという感じで、自分の状態を振ってバランスを取るということと掛け合わせて練習していくと今のやり方、マスターできると思います。それでは次に行きましょう。パート7です。今度は足の運び暗号が変わります。内ガニ内トンです。ではゆっくり説明しましょう。4ステップ、前に置きました。内からでしたので内で上げます。はい、そしたら置きます。置いた時にターンアウトで置いとくところがこれがポイントになります。そして次ガニなので自然に足を上げれば回転始めますからガニ、はい、そして置いていただいて内でしたね。内、そしてトンと、反対も置いた内、ターンアウトで置くガニ、はい、そして内トンと。これが1個前のコンビネーション1と比べて難しいポイントは、足を上げたら置く時に回転をさせなきゃいけないとか、実際4歩目のところですね、内ガニ内、このところで足を置いちゃうとちょっとかっこ悪くなっちゃうので、置く瞬間に軸足をねじってあげなきゃいけないとか、この辺が1よりも2を難しくしているつもりです。さらにもし可能であればなんですけども、私実践編をやってる時は膝が痛くなかったので、入れられていたんですが、1円2でターンアウトしますよね。この時にガニをここの軌道をですね、膝がこの軌道を通ってガニ行くんじゃなくて、一回内行ってからガニにアクセントいくようにしていました。そうすると32ビートをうまく使えてトゥルルッという見え方もできますので、これもお好みで入れてみてください。さあそれでは最後パート8になります。バックキックを使ってですね、右足左足、はい、これどっちでもいいんですが、左足右足でもいいです。ワンツー戻る、前へ戻る、このステップだけです。そしてバックステップを混ぜていきます。足を最初に一歩踏み出す時もエンワン、はい、反対もエンツー、戻る時もエンスリー、戻る時もエンフォー。この膝下でスコップのように地面を掘る感じっていうのは意外とね、ロジャーラビットだったりとかスティーブ・マーティンとかでもそうですね、こういう風に持っていく感覚っていうのは結構練習してもできない、感覚がつかめないという人が多いので、このメニューを作ってみました。そしてイメージとしては前乗りを混ぜていかなきゃいけないので、この裏に行った時ですね、裏に行った時に足をしっかり上げて足を差し込んでいってあげる、裏に行って差し込んであげる、裏に行って差し込んであげる、裏に行って差し込んであげる。このタイミングをこことこことうまく合わせるようにしてみてください。腰痛めないように注意してくださいね。やってみましょう。7、8、and 1、2、3、4、1、2、3、4。これ4回足を運びますよね。すべての足の運びでちょっとした感覚が違ってきますので、一つずつ1、2、1、2と体の感覚を確認していくのがおすすめです。先ほどもお伝えしましたが、そういった細かいところの解説というのは別動画にはなりますが、解説編ご用意していますので、そちらの方を参考にしてみてください。それでは実践編の4
4ですね。はい、こちらの方の解説を終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。足上げバリエーションシリーズ実践の4はできましたでしょうか？今回のメニューは体をかなり大きく使うので、最初のうちはなかなかうまくできないかもしれません。いくつかクリアしなきゃいけない要素ってありますけれども、まずはバランスの確保が最優先だと思います。その後徐々にノリを大きくしていって、ご自身の理想のシルエットに近づけていくのがいいと思います。それでは簡単に復習していきましょう。主に膝下を扱って見せる技術を練習しました。上半身はノリと掛け合わせました。膝下のみで膝が近くにある場合、股関節を動かす意識を強めた方がいいです。膝下足上げの技術は骨盤を傾ける意識を強く持つ必要があります。バランスを崩したり怪我には注意してくださいね。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践練習を5本にわたってお届けしていきます。各実践練習動画に対して体の使い方やコツをご紹介する解説編もセットで公開していきます。実践編プラス解説編ということで、知識や技術の方をバランスよく成長させていただきたい、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていただきたい内容です。ステップ上達の秘訣として、足の運び8方向、足上げ5方向、そして足のクロス4方向、これらのシリーズも皆様にとって絶対にお役に立てる内容だと思いますので、お時間のある時に覗いてみてください。またクラブステップやチャールストンの応用編も公開しました。もしこの基礎ステップで応用を作ってほしいんだよねなどありましたら、私たちにとってもすごく助かりますので、コメント欄で教えていただけたらとても嬉しいです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッとよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。かなり汗をかく気候になってきていますね。毎年この時期になると思うんですけれども、汗をかきやすい場所って人によって個人差があるなと、それってなぜだろうと疑問に思います。そう思い続けてもう15年ぐらいほったらかしにしちゃってきたんですけれども、先日5分ぐらいですけど調べてみました。個人差がある理由として、ホルモンのバランスだったり遺伝などの要素もあるようなんですが、一番面白いな、私たちに関わりがあるなと思ったのは、血流が流れやすい、そんな部位に汗をかきやすいみたいなんですね。例えば顔に汗をかきやすいっていう人は、ここら辺にね血流がたくさん回っているってことなのかもしれないですし、顔に汗をあまりかかない方っていうのもいますよね。その場合ってあんまり血が巡ってないことなのかなと、ちょっと疑問にも感じたりする部分が出てきました。そしてそういうことにデメリットってないのかなとか、そんな風に思ったので、またね追加でいろいろ調べて豆知識共有できたらいいなと思います。皆さんはどこか汗をかきやすい場所ってありますか？私は顔、胸周り、お尻あたりがとにかくびちょびちょになって着替えが必須です。この時期冷えないように必ず練習後は着替えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。